水陸両用マシンを作りたいので、バイブルを読んでいたら、気になる記事を見つけた。ホイールに装着したピンポン玉がフロート代わりになっている。真似してみようと思ったのだけど、このやり方だと幅が広すぎて多分コースに入らない。ホイール自体をフロートにしてしまえば良いのでは？というわけで3次元CADシステムでちゃちゃっと設計。3D プリンタの設定で中身がスカスカになるようにして、出力すると、フロートホイールの完成。試しに水に入れてみる。浮いている。ついでに柔らかい素材でヒレ付きのタイヤを作ってみた。これをシャーシに装着すれば、フロートホイール&パドルタイヤ付きシャーシの出来上がり。電池とモーターは、以前水四駆で使用したものを使う。ちなみに水四駆とはこのように、一部が水没したコースを走らせるレースのことである。そんなことして大丈夫なの？と思うかもしれないが、走行後にしっかりメンテナンスをすれば意外と大丈夫で、先ほどのモーターはすでに4年ほど水の中で使っている。というわけで電池とモーターを装着。ボディはアストロブーメラン。風呂に水を入れただけの即席テストコースで走らせてみる。完全に水没してしまった。浮力が全然足りていない。とりあえず一時退却。部品を全部ばらして水気を取り。電池は風通しの良いところに。モーターは強制乾燥。さて、対策を考えるぞ。ホイールを少し大きくした程度では太刀打ちできなそうなので、別体のフロートを取り付けることにしよう。ただ、どれくらいの大きさにすれば良いのかよくわからないので、頑張って計算してみる。Google 先生が言うには、溶かした液体の重さイコール浮力、という感じらしい。水の場合ほぼ 1g イコール1立方センチメートルなので、マシンの体積大なりマシンの重量、となれば浮くはず。まずはマシンの重量。約 118g。次は体積。こちらの容器に、水を満たして、マシンを沈める。こぼれた水の重さは、62g なので体積は約62立方センチメートル。つまり現状はこんな感じ。重量、約118。浮力、約62。こや沈むわけだ。そして追加フロートの浮力が56以上になれば浮くはず。というわけでフロートを設計。サイドステーの代わりに取り付ける形状にしてみた。CAD 上で表示される体積は約82立方センチメートル。中空設定で出力中。気になる重量は 22g。体積82、マイナス重量22、イコール浮力60。目標56なのでギリギリだな。マシンに搭載するとこんな感じ。再挑戦行ってみよう。後ろから、逆さになってしまった。浮いている。のか？そして一応進んでいる。戻った。これは水上走行というにはあまりに不格好だな。さらにフロートをつけても良いけど、ここは、シャーシから設計だ。というわけで開発を開始する。具材の配置は、スーパーワンシャーシと同じリアモーター。これらに合わせてシャーシを設計。なるべく体積が大きくなるようにした。横から見るとこんな感じ。モーターカバーをつけて、ホイールは先代より径を大きくして浮力を稼ぐ。タイヤをつければ、3D データ完成。3D プリンターで召喚中。ここからは組み立て。タイヤは素材を TPU から TPE に変更した。これでグリップ力が少し上がるぞ。前後ステートスイッチを装着すれば、水陸両四駆、完成だ。とても涼しげなカラーリングになった。ボディはさっきと同じくアストロブーメラン。まずは通常のコースで走らせてみる。スイッチオン。ゴー。パワー重視のギア比なので速くはないけど、問題なく走れている。次はいよいよ浸水式。ゴー。パワー。
の勢いがすごかったけどちゃんと浮いているぞ。おお。そしてしっかり進んでる。ローラーも機能しているな。なんかぷくぷく泡が出ていて可愛い。今度は水上から陸に上がれるかチャレンジ。おお、上がれたぞ。そしてまた入水。ちなみに水中の様子はこんな感じ。なんだか不思議な光景だ。というわけで陸上も水上も走れるマシンが完成した。おまけ。以前作ったこちらのオフロードユニットをベースに水上走行機能を追加してみる。まずはサイドメンバーを大きなフロートに変更。ホイールとタイヤは中空フロートホイールとワイルドミニ4駆のタイヤに変更。ついでにサイドメンバーにもフロートを追加して3D データ完成。出力中。一気に組み立てる。水上走行対応オフロードユニット、完成。冒頭のスーパーワンシャーシと合体させると、ビッグタイヤ水陸両4駆、完成だ。ビッグタイヤの迫力がたまらん。早速走らせようと思ったのだけど、ここでミスに気がついた。フロートが邪魔でスイッチに触れない。とりあえず上から無理やりスイッチを入れることにしよう。そしてフロコースだと陸地部分が小さすぎるので、アマゾンの奥地からプールを取り寄せた。これはさすがに怒られそうなので、屋外に設営。プールの下にスノコを置いて、陸地を作ってみた。テスト走行行ってみよう。まずは陸から。ゴー。滑らかに入水できたぞ。今度は水上から。じわじわと陸に近づいている。よし、うまく上陸できた。おまけのおまけ。ここまで来たら自作のラジコンシャーシを乗せたい。しかしさすがに基板に水がかかるのはよろしくないので、ラップでぐるぐる巻きにしてみた。これで多少の水なら防げるはず。ユニットに乗せるとこんな感じ。走らせてみよう。発進。からの入水。全力で回してもゆっくりしか動けないぞ。けどそれはそれで船っぽくて良い。今度は上陸。ラジコンなので狙い通りに上陸できて楽しい。そしてまた入水。最初からこのユニットを拡張すればよかった。もちろん不整地も走行可能。フロートで若干地上高が下がったけど、タイヤの大きさがそれを打ち消している感じ。おまけのおまけのおまけ。先ほどはスイッチを無効化してしまったけど、FMA シャーシならスイッチがリアにあるので、ちょっと形状を調整すればいける気がする。というわけでフロートを改良して、ビッグタイヤ水陸両4駆、FMA バージョン、完成だ。問題なくスイッチを入れられるようになった。テスト走行。ゴー。ふかふか。当たり前だけど、動きはスーパーワンの時と同じだな。水上走行はまだまだ改善できそうなので、今後も色々やってみようと思う。